も、フィッシャーズシュークです。どうもです。夏が終わりましたね。おっしゃー、終わったー。まあ4億回再生いきましたよとか、まあ本当にデスマーチの動画この間あげたんですけどまあやばかったと。でしょう。で概要欄にもね書いたんですけど、まあこの夏こんなことが行われてましたよみたいな感じのやつで、まあ本当に再生回数以上のいろんな記録だったりいろんなことが成功して、すごいことになってたんですよ。ギネス世界記録だって2つ取ったもん。2つ取ってますからね動画見てもらったら分かるけど、編集がスケジュールに入ってないから、そう、あれ動画外の編集めちゃくちゃやってたからね。そうだね、そこもあんまり撮ってなかったからね。よくやりましたっていう夏でございました。そうで、その夏が終わってデスマーチの動画をね見てもらった通りなんで、もうコメントで語彙力が足らなくてこの忙しさについて感想書けないみたいな感想があった。おお、すごい。嬉しいね。忙しいですね以外がもう言えないどんな毎日を過ごしてたんだ君たちはみたいな言葉が書いてあって、それと同時にね、もう心配の言葉もいただきまして、この4億回再生を取るためにデスマーチ1ヶ月間やったけど、みんな大丈夫なのかと。ありがたいですね。そうありがたいことにそういったコメントがいっぱいありまして、休んでくださいといろんなコメントがあってですね、まあ今、まあ、デスマーチからあれから、まあ、ちょっと経ってると。でそもそもデスマーチは8月の動画のやつは入れてないよね。いや、デスマーチ終わったけどデスマーチ終わってなくねみたいな話してたんだよね。そう6月の多分下旬ぐらいから7月ぐらい。そう、だから前準備の動画、そうだから本準備の動画はない。そう8月の動画の撮影のやつはもうざっくりないのね、デスマーチの動画では。だからちょんまげのところ行ったところとかもう入ってなかったじゃん。確かに。そうあれ8月だからもうどこ行ったとは言えないけど、まあ、近くではなかったから、全く近くではなかったじゃん。まああれ以外のもう8月に撮って8月に出した動画とかもあるのね。全然あるよ。そういうのも、まあ、実はまあ、8月だからデスマーチには含まれてなかったわけよそれを終えて今どうなのってことなの。今の現状スケジュールから言うと、まあちょっとは落ち着いたよね。まあ確かに夏と比べたらちょっとは落ち着きました。ありがたいことに忙しい日々を過ごさせてもらってはいるんですけど、はい、まあでも周りから見たら忙しいかもしれない。まあ今日も、動画撮影した後メイン撮影したんだけど、その後に今撮ってて、で明日もちょっとね、まあ個人個人で忙しくなったりとかっていう日常かな。ごそっと空き時間が、まあ、めっちゃあるかつはない。まあちゃんとこう忙しい YouTube の日々をまあ過ごさせてもらってると。じゃあ休憩できたんですかみたいなことに関しては、でもねそれもできた。できた。実際したよね。ちょっとここ最近の話みたいなのをちょっとしようかなと。やっぱあまりにもこうね心配してくれる方がいるから、なんか人間らしくないよね。そうだね。ザカオくん、ちょこちょこ熱出してます。本当にお休みの機会は増えてます。そう増えた。でも1日で治るの。そうあいつね、すぐなるけどすぐ治るもんな。そうあいつ毎回そうなんだよね。そうなんかね、そういうなんか検査とかする時もあるけど、全然そういう感染的なやつじゃない。本人からも1日寝れば治るって言って本当に治るの。治る。そうよく分かってるね、自分のこと。それよく分かってて、で奥さん薬剤師さんだからそうだね、それもあるかも。そう分かりやすいかもね。多分その疲れみたいなの来て今来てるだけだから寝れば治るみたいなのが、まあ、何回かあった。他のメンバーもまあそんな感じにはなりかけてるところはあったかなぐらいかな。元木もそれこそデスマーチの多分ねオープニングかなんかで言ってんだよね。それこそもう夏は気合入れて出ないと動画出ないとみたいなこと言ってて、でもうこの間はもう出れるだけ出てやろうみたいな多分言ってたんだけど、それデスマーチ終わってからは今はねちょこちょここう休みながらやってるって感じかな。そうだね。会うのもまあ週1回か2回だねぐらいかな。そうだね。ダーマがおもろくてね、あいつあの人変だね。ダーマがデスマーチ終わりにマジ疲れたんだよ。あいつずっと疲れてる。もう疲れだっつってでもう一日バカみたいに寝る人があったんだよ。もう連絡しても一切出ないみたいな。確かに本当に連絡が来ない時とか、まあ彼なんだろう、本当に寝る時って十何時間寝るタイプの人だから。寝るすごいよね。そうめちゃくちゃ寝るタイプなのね。だから寝ない時本当に寝ない。てか寝れない。遠征とか行っちゃうと彼意外と外であんま寝ないタイプだから。繊細なんだよ。ベッドが違うと寝れないんだよ。そういうタイプなのよ。そうだから家帰って結構ぐっすり寝るみたいなのが多いんだけど、あいつがねめちゃくちゃ面白かったのは、この間ねとある企画やった時にすげえ頑張ったのあいつ。まあ飯食う系のやつだったんだけど。そうね。そうあまりにもご飯を食べ過ぎて熱出すっていう。確かに聞いたことない。俺初めて消化で熱出る人出た。マジでそれも感染とかじゃなくて、そうまあ、脂肪燃焼とか消化でこういうねあるけど、オーバーヒートしちゃってそれで熱出てっていう人なんです。ダーマは飯食って熱出ました。まあ気合が
すごい分後で帰ってくるっていう感じなんでね。でダーマはそれでまあなんだろうデスマーチの疲れというか多分気合張ってそうなったって感じなんだけど、まあでもデスマーチの終わった後ぐらいはねちょっと寝ますみたいな日があったかな。マサイでもデスマーチ終わってもなんかずっと燃えてるタイプかな。確かにここ最近はいい夏のままの軌道でいってるよね。そうまあちょっと歯が痛いとは言ってたけどまあ彼はなんかわけわかんないね。ほんと朝方の6時半ぐらいからなんかいきなりゲームの生配信始めたりとか。いや不思議な人になったよね。不思議な人になりましたね。あいつは気合が入ると朝ゲーム配信するいやいいことだよいいことだけどおおそっかやってるわ。おもろいよね。俺も朝びっくりしてそうそのデスマーチの後に休むっていう感じじゃなくそのままやりたいことをやるっていう感じかな。達成したからこそ楽しくなってるんじゃない？まあ確かにそんな感じ。一番成長してる。ダホは家族旅行とかに出たなんかね俺エスパの圭介からなんか旅のギフト券みたいなのもらってそういうのもあってなんか毎年ディズニーは行ってたんだけどなんかねディズニーの話はよく聞くけどそうけどまだここは次男がさまだちょっとちっちゃいからまあちょっと今年は違うかなと思ってでそれもういただいたのもあったからちょっと軽井沢行こうっつって。軽井沢行ってたんだ。そう車でバーって行って2泊3日でそうだね。そうまあパソコンとか持ってってたけどまあそれはねそうまあ休む分動画出してまあちゃんと珍しくというかほぼ4人家族になっては初めての旅行。そうなんだ。に初めて行って家族旅行自体は1年に1回ぐらい行ってんの？いや去年から始めたの。そうなんだ。そうで夏乗り切ったら9月にちょっと大きめのまあ予算かかってもいいけど行きたいとこ行こうみたいな。それいいね。でやって今年はそれが軽井沢だったっていう。そんな感じだったんだ。家族との時間を楽しみつつみたいなね。どうでした夏休みというかまあ夏休みではなかったんだけどデスマーチ終わりは。でもさなんかまあデスマーチ中もさ可能な時はちゃんとさ夜の風呂の時間だけ返してもらってたじゃん。そうちょっとお風呂入るでお風呂入れるからって言ってそうで子供寝かしてからまた合流してそうだからその時間帯にショート撮ってたの俺ら。そうダホが家族のそれこそお風呂入れるとかの時にまあダホ抜けるからその間ショート撮ってみたいなだからダホがいないメインとかちょこちょこあったと思うんだけどそうだね。それは多分その時間帯とかに撮ってるからね夏とかの家にいてもさなんかその動画のまあコメントとかさ伸びとかさいろいろ常に気にしてなきゃいけない。まあそれはそうどうしてもちょっとスマホ触る時間だったりとかさそうだねする時間も長かったからなんか久々に車の運転してると携帯とかいじれないからそうだねまあなんかその間話したりとかたまったことを話すみたいな。そう図らずもデジタルデトックスみたいなそう感じになったんでしたかな。ちゃんと休めてるってことだよね。体調崩したりとかなかったよね。あんまなかった。一瞬危ない時あったよ。そうなんだ。やばい耳くるかもみたいな。嘘。あったけど対処法分かってたから薬だけ耳鼻科でもらってあったんだ。全然まあけどもう分かってるから一度経験してくることだから9月ぐらいでもね8月後半ぐらい後半なんだ。なんかちょっとまた耳調子悪いんだけど結構ね体調が悪いと耳らへんに来るんだ。それがサインなんだね。そうけどなんかそこでうまいこと逃がし方分かってるからちゃんと対処してでももうすぐ治ってっていうのはあったからなんだろう戦い方分かってるって感じだった。さすがにねまあねあのスケジュールだとそうだね。いや何かしらサインは何かしらは来るっしょって感じだったけどまあでもちゃんとそれにも向き合えたし動画もちゃんときちんとできたから今年はなんかある意味今までで一番自分たちに拍手できる夏だったと夏だっただしまあなんか回復も早いし去年ね11月の真ん中ぐらいまでずっと疲れてたんだけどそうだったね。もう割と元気もうちょっとあるけどまあほぼ少しだけね疲れる。私ねほんとデスマーチの編集が終わったのがつい最近なのね。めちゃくちゃスピード上げて SE と BGM 入れだけで3時間半以上かかってる。そう彼だって相当早い方だからね。俺たち同じ作業したら多分俺は分かんないけど他のメンバーだったら多分10時間じゃ済まない。めちゃくちゃ時間しかもあれよくデスマーチ見てみると分かるんだけど1日ごとに俺全部曲変えてるからそういう意味で30曲以上を使ってこうやってるのもあるんだけど BGM ってなんかほんと合う合わないめちゃくちゃそうだね調味料みたいな感じなのよ。そうだね。そうだからこれ入れてみたけどマジで全然違えなみたいなこの素材にこれ違うなっていうのそうまあ長年やってるからこれが合うなと思って引っ張ってこれるけどそれちょっと30パターンはきついね。30パターンきつくてそれこそ昔な金閣寺の映像にデスメタル入れたりとかそう昔あってねもうそんなことはないけど BGM ってマジで難しいんだよ。終わった瞬間にもう一気に来たかも。
疲れがドーンってきて、なんかこう一日もうわきつとかは正直まだなってなくて、まだそれが救いなんだけど、まあでもね、なれよなんでなんないよ。いやなんか終わったよっしゃーみたいな感じで、そのままこうポンってそれこそ自分で作ったお酒飲んで回復した。そうマジで自分で作ったものだよ。酒好きでね。酒好きでね。いや違う、自分でもなんかいろいろ蓋閉じたりしてさ、部屋で寝るんじゃないの？なんでウェイなんだよ。そういや、それが体力余ってってなって、でも絶対サインはこれだなってのがあって、ケツから出るゲップとおならが信じられないぐらい臭かった。ケツからはゲップ出ないから。そうなんだけど、そうまあね、そうだけどマジで臭くて、もう臓器いってんのかなみたいなぐらい臭かったから、あ、なんかのサインなんかなと思って昼寝挟むようにした。そしたらね、スッと取れてる。昼寝ってマジ大事だなと思って。でかいよ、本当に必要だよ。エンちゃんもいるから、まあね、ちょっとこうなんだろう、お互いにさ、その無理しすぎないようにしようみたいな感じになって、なんだろう、朝早く起きる時、まあ遅くの時もあるんだけど、一旦昼に寝て、でちょっと起きて作業を始めてみたいな感じをしよう。その昼寝のおかげでだいぶ調整できたかな。昼寝したことによってもうちょっとで完全回復いくなぐらいまで来たかもしれない、たった1日だけね、こうなんかうわどうしようみたいな、なんかやりたいけどやれねえかもみたいな日は1日あったんだよね。そうもう1日無理だみたいな、なんかやる気起きねえ、起こしちゃおうみたいな、米田コーヒー行っておかしいおかしいおかしいお兄さんおかしい。疲れてない。白ノワールがうまい。いや、うまいけど疲れてる時の白ノワールめっちゃうまいよ。いや、そりゃ待って、ごめんね、そりゃ心配のコメント来るわ正解みんな、こいつおかしい。甘味ってすごいね。甘味はすごいよ。俺あんまり甘いの食べないからさ、ね、めっちゃ疲れてる時に頼んでみようと思って。俺米田コーヒーよく行くんだけど、白ノワールあんまり食べなかったね。で米田行くのに行ってますって言うけど、俺白ノワール食ったことあんまないってちょっとあれだなと思って、白ノワール行こうと思って、あれあんなうまいんだよね。でっかいパンケーキに蜂蜜とアイスが乗って。そうね、疲れてる時のあのふわふわの生地は素晴らしいわ。筋力使わんでいいから、ね、それベッドで言うやつ白ノワールで寝たみたいなさ。いや、これ優しいなみたいな。それは認めますけど、そう白ノワールででも回復した。思ってた回復話と違うなそういうの聞きたいんじゃないんだよなシルクロードをどうしても眠たくて、もう編集いいやって言って1日サボって寝ちゃいましたみたいなのが聞きたいのに。いや、その日7本ぐらい食ったんじゃない？やばそれやんなくなったらシルクロードがシルクロードじゃなくなっちゃう。そうそう、俺ね多分やんない時のが来ると思うんだよ、多分スタイプで。そう手止めちゃいけない系だよ。そう、止まったら終わるな。だからね、本当に米田すげえな。白ノワール美味しいで終わるのこれ。白ノワールがうまいね。まあでもなんかその疲れもなんか本当に試合後みたいなもんだから、なんか別に嫌で試合してないしみたいなそう勝ちてえなーみたいな思うから試合してるわけじゃん。でその試合後のやっぱうわ今日頑張ったーって疲れだから、まあそれはもちろん寝なきゃいけないし飯も食わなきゃいけないしね、すごい大変な試合の後はやっぱりね、そのスラムダンクの描写でもあるけどさ、ロッカールームで全員爆睡するみたいな、ね、シーンがあったけど、まあそういうのはもちろんあったけど、どこの飯がうまいのと一緒だよ。そうだから本当頑張って疲れたっていうのはもう本当なんだけど、もうね、まあ今のところ回復したかな。知ってる？アニメのメジャー。まあメジャーは一応漫画読んだけど。でお前はいわばエース級のピッチャーだけ、フィッシャーズでいう。ですごい球投げるでしょ。今ピッチャーとちょっと戻ってるね。ちょっとごめん今触れないで疲れてるの。ピッチャーがね、自分がまあフィッシャーズでいう重野五郎みたいなもんなんですけど、彼はね学生の時に頑張りすぎてコーチの人が気づくの。お前まだ本質が出せてないと、休むことを知らないって言って部屋に閉じ込めて先発で戦はめちゃくちゃあったそうあった。それで無理やり休ませて球投げた時にすごい球を投げたんだ。今度それやろ。ああ確かに休むところは動画撮れるよね。そうもちろんもちろんそれいいんだよね。そうけど自分で撮るとかじゃなくてもう無理やり撮ってるみたいな状態。パラノーマルアクティビティみたいなちょっともうちょっとマシなやつだけどそう電気暗くするから必ず寝てとか、ちょっと監視部屋にちょっと入れてみてとかだったら、パラノーマルアクティビティになるよ多分そんな監視されてる部屋でもう暗くされて休めなんてやったら多分夜中ぐらいに俺こうなるよ
なっちゃうかな。パソコン開かせろなると思うよ。そういう戦いしてんの？いや、なりそうな気する、マジで。落ち着かないもんだって。なんかさ、なんかこう自分のさ、やっぱ動きたいっていう感情がやっぱ強すぎるわけじゃない。強すぎるわそけ。れをうまく今仕事に適用できてるけど、ちょっと一回その逆パターン俺は見てみたい。確かに見てみたいは見てみたいね。企業の人に断られちゃったんだけど、24時間マッサージする企画とかやってみたかった。ほんと夏やろうと思ってたんだけど、すごいな。へこむけど出っ張るよね。そうそう、ほんとそんなマッサージしたらこういう視点になってんじゃん。なんか休むみたいな企画はおもろいかも。そうだから休む系の企画別パターンとしてありだよね。そうなんかまだ違うかなって思ってたけど、確かにね。なんかどこどこ行って休んでこいっていうのがありだな。だってさ、ある意味それでまあやらなきゃいけないものではないけど、普段の活動もできるし、休めるし。まあそうだね。休むのも俺才能だと思ってるから。あ、それはそうじゃない。そう思うよ。ちょっと才能ないのだからそう働く才能は確かにストレスを逃がす才能は多分人一倍あると思うんだけど、まあね、休むのとはまた別だもんね。そう世間で言う休む、世間で言う休むの才能は全くないね。ゼロ。ほんとね、夢のかけらもない。かけらもないね。ゴミ休み。誰がゴミ休みだよ。人の休みをゴミっていうか。ゴミ休みでだって、なんか休みたいとも思わんからな。そうだから、その思想がもうゴミじゃん。ゴミ、そう本当にゴミ。多分ね、休んだ方がいいじゃん。そう、それは俺も推奨されてますから、世間が。休みなさいって。そうだからそれが企画になれば多分できると思う。いや、そうだね。休みたいと思ってくださいって企画にされないと思えないと思う。休む才能を養う動画撮って、視聴者さんももちろんね、すげえ頑張ったら頑張ったって言ってくれるし、その反面やっぱ心配だなって言ってくれる。そうだね、優しいコメントがいっぱいあるけど、それを言うとフィッシャーズシルクロードは特に動き始めちゃうんです。まあそうだね。無理しないでねって言われることが気持ちよくて回復するわけじゃない。まあそう、それは分かる。俺も一緒。だって何よ何よってなるからでしょ。俺は多分無理しないでねと言われると何よってなって、まああと2ギガぐらいいけますぜでしょっていう感じなっちゃうでしょ。でメンバーもちょっとどっちかってそういう考えにそうだね、そうだね。逆に休んでみようかなと思うんだけど、なんかちょっと逃げてるような気がしちゃうから。そりゃそう、どうしてもやっぱ毎日やることがあってね、これをなんとかしなきゃいけない。確かにダラダラするのと休むのは別ですからね。違う、そう、休むという労働だから。俺たちは遊びは労働だと思ってないじゃん。そうだね、思ってない。そうだから休むのを労働だと思ってくださいっていう。確かに、確かに休むという仕事ね。そうだから俺たち休み方がマジでゴミ。なんかさ、キャラ作ってあんたがなんかさ、ビックリマンチョコのゼウスみたいなさ、神様みたいな格好してさ、なんか何でも休みみたいな感じでさ、なんかここに休みって書いて、なんか杖みたいなの振って今日一日休むのだみたいな感じでさ、キャラみたいなの入ってくれたら、ああ分かったじゃあ休むわってなる。このままで休むのだって言われても何よ何よそのままやめて何よ休みを今度やってじゃん。みんなデスマーチ終わって、まあちょこっと休めてはいるんだけども、調整中です。調整中っていうそう感じですね。まあ戦ったなりの反動が出てる。反動は出てますね。デスマーチとまあ高い目標、いろんなことをやった挙句に、まあ休む動画を上げようという案に至ったというね。ちょっと肉体的に疲れたなっていう人が休憩して、こうまあ今みたいに2人になって、そうですね。まあだから出ない時に心配してくれる声もあるんだけど、逆に言えば休めてる状態なんで。そこがね今休んでる。そこだけちょっと我々の言葉を信じていただき、なんか例えばリプライとかね、心配でいっぱい送ってしまうかもしれないけど、まあここで理解してもらえれば。そうだね、助かります。そう、出てないということはイコール休んでる。そうで目標もまあ全てクリアかな。オールクリア。その4億再生以外もう全部クリアできて、それこそね話になったりとかね。ありがとうございます。ね、試験もね通りましたとかね。まあさっき作ったりとか、そうフィギュアのそういろんなことがね、まあそもそもマサイの曲作るとかもね、あれもうまくいったし、よかった。なんか全部ね、本当に目標というものが全部クリアしたね、会場アスレチック作ったりとか、まあそれはね概要欄にデスマーチの時に書いてるんだけど、もうこれだけはやりたいっていうのをね、8月に盛り込みまくったりましたんで、それが全部できてるっていうのが勝った試合の後です。本当に今スポーツです YouTube は。だから今ちょっとまあ映ってなかったりとか、まあ動画がねなんか3日ぐらい出なかった時もあったんだけど、その時はなんだろう、まあいろんな動画を作ったり、まあ確認とか撮ったりとかしてて、まあ休憩しながらお仕事しゃべしてました。
本当にだから失敗かもしんないけど、やっぱフィッシャーズがこの YouTube をやってる以上、何もせず3日以上休むってことはないと思う。そうだからそれをする頃は、それをもし仮にする時が来たら本当にやめる時だと思います。ああ、そうだね。そうだからそれを選択しない限りそれはありません。ないないない、2000% ないね。ということで、まあデスマーチね、本当にまあ見てる方も疲れたでしょうと見てる方もね疲れたと思うんですけど、すごい。だからデスマッチもさ、プレミア公開でさ、これの動画だこれの動画だって言ってる人全部見たわけじゃん。ああ、そうね。本当お疲れ様ね、本当にお疲れ様です。すごい。本当に見ていただきありがとうございます。ままあすごくわかりやすく言うと、めちゃくちゃ元気です元気です。ただ元気なんだけど、まあそれは寝る時も必要ですよねという感じで調整してますという今感じです。なので全然そのうち鬼ごっこの動画とか急に上がったりとか、しだすと思うんで、運動は健康につながりますからね。はい、全然ね普通に、まあ、心配してくださる声いっぱいねいただいたんですけど、まあ元気です。まあいずれそのウゴくんを制御するヤスミンが出てくるっていう、まあ、ウゴくんが動いてデスマーチが出来上がったんで、次ヤスミンが現れる時が来るっていう。もう早くおしゃべりをやめて休みましょう動画見てくれてありがとう。セカンダリー、 Twitter、Instagram、おすすめ動画ここにありけり、チャンネル登録よろしく。せーの、ありゅー。よろせまずいよ今年の